でさん、その、プリミティブロックンロールうんというものについて、はい。コンピレーションいろいろ好きだということで、そうです紹介してもらっていいですか？コンピレーションばっか買ってたんですよ、当時。7インチとかに手を出す以前、まあ今でもそんな7インチは追えないんですけど、新宿のいろんな某店で、某レコード店で、行くと、新しい、このような、レコードジャケットが目につくわけですよね。それで、まず、なんだろう、ジャケットも好きっていう、ジャケ買い的な、でも、ジャンル分けでは50年代、60年代、なんだろう、まあ、某店だと、えぐいえぐいロックンロールとかっていう、ジャンル分けされたりすることあるんですけれども、でも、ここで言っておきたいのが、今はない、新宿の BH っていうレコード屋さんがあるんですが、そこにお邪魔した時に、そこの店長が作ってくれたブローアウトっていうカセットテープがあったんですね。今日ね、本当は持ってこようと思ったんだけれども、ちょっと、カセットテープの段ボールから見つけられなかったんですが、ブローアウトっていう、その店長が作ったオリジナルカセットテープがあって、それを聞いて、まあ、先ほども言ったようにドールでレビュー書かれてる関口さんの、ライナーだったりとか、そういうのも含めて、そう、一気にね、プリミティブロックンロールっていうものを知って、でも、プリミティブロックンロールっつっても、パンクっぽかったり、サーフっぽかったり、まあ、それこそガレージパンクっぽかったり、ノベルティソングっぽかったり、ソウルっぽかったり、ブラックロックンロールだったり、いろいろあるんですけれども、その辺が一緒くたになってるのを、結構探した僕はコンピオタクなんですけれども、こういう、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんけど、あるんですね。で、この辺から、こういう、まあ、僕が言う、ウィアードであって、プリミティブであって、トラッシュであって、そういった50年代、60年代の変態ロックンロールっていうのが、一気に大好きになって、まあ、先ほど言ったように、ノブさんもそうだったと思うんですけれども、そこで話があって、バックロームに誘ってもらったんですけれども、そう。あとね、もう一個ね、こう、なんだろうな、さっき言ったプリミティブって原始的な音楽っていうのは、まあ、ガレージパンクっていうとティーンエイジャーの音楽っていうことで、まあよく俗説ではほら、ティーンエイジャーがガレージで、バンドの練習したのがガレージパンク。で、みんな誰でももう本当に70年代のパンク以前にも、そういう気軽にね、音楽好きな若者がやってたっていうイメージあるんですけれども、ただ、この辺になってくると、本当ビッグバンドになってくるんで、誰でもできるっていう音楽じゃないんですが、ただ、僕っていうのは結構、女性が好きでして、ストリップミュージックなんです。この辺で。ストリップミュージックだったりとか、なんだろう。まあ、もちろん今の現代でもバーレスクダンサーさんとか、もう前からそうですけど、この辺に入ってるビッグバンドのエロティックな音楽でダンスをされるバーレスクダンサーさんとかもいっぱいいるし、ゴーゴーダンサーさんもいっぱいいると思うんですけど、これも含めて、さっき言ったような、まあ、新エリ、これ割とロカビリー寄りですけど、これノベルティの曲の間に映画のトレーラー入ってたりとかするんですけど、そういうのをまとめてひっくるめて、ガレージパンクじゃない。僕の中ではプリミティブ。ロックンロールって言ったら違うかもしれないけど、プリミティブサウンズなんですね。それが今の僕を作ってくれたもう30年ぐらい前からってふうに思っております。